待ちに待ったチャプター5のゲームプレイトレーラーが公開されましたね。深夜3時、ここまでワクワクしたプレミア公開は本当に久しぶりでした。内容は皆さんご存知の通り、期待を大きく上回るサプライズの連続でしたね。今回は、このゲームプレイトレーラーで新たに判明した情報をもとに、解説と考察をしていきます。チャプター5が楽しみで仕方ないという方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。歴代ボス。まず映ったのは、歴代のボスたちです。正確には、ミニワギー、マミーの残骸、キャットナップのミニバージョン、同意の帽子でした。マミーの残骸や同意の帽子があることから、この場面は2005年である可能性が高いと考えられます。マミーは回収された形跡はあるものの、何かに取り込まれた様子は確認できません。一方で、同じく回収されたはずのキャットナップの姿が見当たらない点は気になります。ここから、キャットナップはすぐに修理され、チャプター5で主人公の前に再登場する可能性があるとも考えられます。さらに赤い煙で満たされた部屋も確認できることから、物語上の再登場を示唆しているようにも見えます。そして、チャプター5のボスになると考えられるプロトタイプも登場しました。ケースに保管されたポピープレイタイム人形の頭部に向かって、こう語りかけます。ポピー、戻ってこい。怖がるな。私が君を治してやれる。もう遊びは終わりだ。もう嘘もいらない。一緒に怯えよう。ポピー、君と私で。ここで注目すべきは、治すという表現です。使われている単語はヒールではなくフィックスです。ヒールが治療や回復のニュアンスを持つのに対し、フィックスは壊れたものを修理、再構築する意味合いが強い言葉です。そのため、プロトタイプの目的はポピーの治療ではなく、修理や再構築である可能性も考えられます。ここまでを一旦まとめると、キャットナップは再登場する可能性がある。プロトタイプの目的は、ポピーを再構築することかもしれない。新キャラ、片目にポピーの鼻を持つ、眼帯姿の怪しげなキャラが登場しました。全体的にボロボロで、市販されたおもちゃには見えません。この個体もロングサイドアウトイマルズであり、プロトタイプの作品である可能性が高いと考えられます。ARG の写真にも登場していた点から、物語上重要な存在であることは間違いなさそうです。よく見ると、ボールのついた装置を杖代わりに使用しています。もともと杖だった可能性もありますが、壊れた装置を即席で使っているようにも見えます。これまでアートワークやサムネイルにも繰り返し登場してきた装置が、単なる小道具で終わるとは考えにくいでしょう。彼が持つと、不思議と爆弾にも見えてきます。外見は、どこかサープープスアロットを思わせ、杖を持つという共通点もあります。彼のセリフは次の通りです。あんたが、みんなが噂してたやつだな。プロトタイプを倒そうとしたのは、俺たちが初めてじゃない。挑んだ連中はみんな失敗してる。だが、誰にだって弱点はある。これが、俺たちのチャンスだ。つまり、これまで何度もプロトタイプに挑戦してきましたが、すべて失敗に終わっていたということです。その上で、主人公なら倒せるかもしれないという期待を託しているように見えます。この発言は、主人公こそがプロトタイプの弱点である可能性を示唆しているとも受け取れます。ソーヤー博士も、プロトタイプが恐れている存在が主人公であると語っていました。もしかすると、このキャラクターは主人公の正体を知っている立場なのかもしれません。まとめ。新キャラはボール型の装置を持っている。彼らはプロトタイプ討伐に失敗し、主人公に希望を託している可能性がある。新グラブパックツール。先日公開されたイエローハンドに続き、今回はまさかの別タイプのハンドが登場しました。重厚なグレーのハンドでメーターがついているのが特徴です。映像を見る限り、扉を開くギミックに使われているようで、油圧式のボタンを押すようなパワー型ハンドに見えます。さらに、星型デバイスも登場します。左腕に装着するタイプの装置のようで、様々な表情を見せるデザインになっています。イエローハンドと連動しているような場面もありました。電気を思わせるアイコンや専用装置が確認できることから、グリーンハンドの上位互換のような役割を担う可能性も考えられます。実際、ワゴン車を同様のギミックで動かす描写もあり、使用範囲はかなり広そうです。星のアンテナ部分は、これらのハンドと同期するためのもののようにも見えます。また、グラブパックの黄色い装甲が剥がれているシーンも確認できました。序盤では破損は見られませんが、星デバイス装着のタイミングで改造が行われ、内部が露出した可能性もあります。まとめ、新たにグレーのハンドが登場。星型デバイスは腕に装着する補助ツールの可能性がある。リリーラブブレイズ。ついに全貌が明らかになったリリーラブブレイズ。可愛らしさと不気味さを併せ持つ少女のような印象を受けました。
追いかけられるシーンも確認できるため、あまりに可愛すぎる造形では誰も逃げないでしょう。その点、このやや迫力のある表情は、じわじわとした怖さを生むデザインになっていると感じました。髪は3束に分かれており、自在に操っている様子が見られます。お茶会を開くなど、比較的安全な環境にいるようにも見えます。また、紫の蛍光塗料のような演出や、ブラックライトで光るサソリのモチーフが確認できます。道しるべのように機能している描写や、騎士の元へ案内しているように見えるイラストもありました。一見すると味方のようにも思えます。しかし、プレイタイム社で販売されていたドールハウスとセットの人形である可能性が高く、ラボ内に実寸大のドールハウスが再現されている点も気になります。個人向けエリアだったのか、リリーが特別扱いだったのかは不明です。現在も生存していることや、複数回戦闘シーンがあることから、敵対勢力である可能性は高いと考えられます。では、被験体は誰なのか。彼女のセリフに、あいつは全員殺すつもりよ、とあります。この全員に新キャラや実験体となった孤児が含まれるのであれば、ステラ本人である可能性は低いでしょう。ステラは虐殺を目的に喜びの時間を共謀したわけではないと考えられるため、リリーは元々の人格を保持している存在とも解釈できます。さらに、時間がないわよ、と発言し、マミーと同様にカウントダウン演出を行っています。まとめ、リリーは可愛らしさと不気味さを併せ持つ存在。敵対勢力である可能性が高い。夢を見る機会？怪しげな装置を作動させると、主人公はフラッシュバックし、過去の映像のようなものが流れます。これは単なる幻覚なのか、それとも別の仕組みなのかが気になるところです。装置には雲のマークがあしらわれています。このデザインから、クラウド、つまりプレイタイム社のサーバーを利用したデータ保存、共有装置である可能性も考えられます。もしそうであれば、被験体となった孤児たちの過去データをバックアップしている装置とも解釈できます。主人公がこの装置を通して、自身の本来の記憶に間接的に触れている可能性もあります。また、スペシャリストに配送された後、目覚めると手術台に横たわっているような演出がありました。これは、1202タイプの亜種と思われる個体と同様の状態に置かれた孤児の映像を見せられている可能性もあります。仮にこれが記録映像ではなく、記憶データそのものであるなら、記憶をデータ化する技術の存在を示唆しているとも考えられます。さらに言えば、実験体たちの再調整や修復に関わる装置である可能性も否定できません。まとめ、ラボにはフラッシュバックを引き起こす装置が存在する。良くない何か。言葉で説明するのが難しいのですが、ラボには明らかにまがまがしい、良くない何かが存在しているように見えます。植物の根に覆われたエリアに、4つの顔に囲まれるようにして置かれた、卵のような謎の物体。その構図は、危険な生命体の目覚めを暗示しているようにも感じられます。正直、もうこの辺から、トラムビの頭の中の情報がパンクしました。色味を見る限り、ポピージェルは使用されていないように見えます。外見だけなら、フレアガンで対処できそうにも思えますが、演出的にはそれほど単純な存在ではないでしょう。また、力強く根を張っている描写から、ここ数年ではなく、長い年月そこに存在している可能性も考えられます。まとめ、ラボには触れてはいけない存在が潜んでいる。ポピーとキシー。ポピーとキシーの生存が確認されました。以前の動画ではポピーは解体された可能性を考察していましたが、今回の映像を見る限り、リリーに捕まり拘束されていたように見えます。キシーの表情からは、どこか気まずい空気も感じ取れました。ポピーの服はボロボロで、これまでの逃亡が過酷だったことが伝わってきます。あなた、生きてるのね。というセリフから、主人公はすでに死亡したと認識されていた可能性が高いと考えられます。一方、冒頭でプロトタイプはポピーを直すと語っていました。しかし現在映っているポピーは、まだプロトタイプの手元にはいません。ここから考えられるのは、プロトタイプが求めてる特別なポピーは、ケース内の頭部であり、目の前にいるポピーはその器である可能性です。つまり、頭部だけが残された個体と、現在生存しているポピーの体を組み合わせる構想があるのかもしれません。まとめ、ポピーとキシーは生存している。ハギーワギー。動画内では、ハギーワギーと対峙する場面が複数描かれています。やはりセキュリティとして機能しているのか、主人公を執拗に追いかける存在として描写されています。過去資料では、ハギーをなだめる役割としてキシーが存在していたことが示唆されていました。そのため、キシーとの再会によって現在の洗脳状態のようなものが解ける可能性も考えられます。もし正気を取り戻したハギーが共闘する展開になれば、主人公にとって大きな戦力になるでしょう。一方で、
サムネイルや動画冒頭ではミニワギーが踏みつけられる描写もあり、ハギーの最後を示唆しているようにも見えます。まとめ、ハギーは依然として強力なセキュリティとして機能している。新エリア、動画全体を見ると、当然ながら多数の新エリアが登場します。ラボとは思えないアミューズメント施設のような空間。巨大な垂れ幕が並ぶエリア。おとぎ話を思わせるファンタジー風の区域。植物に覆われた空間。そして、リリーの部屋と思われる特大のドールハウス。施設の規模は相当広いように見えます。今回もグラブパックを駆使し、立体的に移動しながら探索する構造になりそうです。まとめ、もう工場の地下に何があっても驚かなくなった。プロトタイプ。作中では、何度かプロトタイプの足に襲われる場面が描かれています。やはり本作においてラスボスであることは間違いなさそうです。キャットナップと連携し、赤い煙で主人公を追い詰める描写もありました。しかし、プロトタイプ自身には赤い煙が効いていないように見えます。これは生物ではない可能性や、ペスト医師のようなマスクによる遮断効果など、いくつかの解釈が考えられます。今回の映像では、顔の全貌は明かされず、目の一部のみが登場しました。そのため、チャプター5のビッグサプライズの一つが、プロトタイプの素顔である可能性もありそうです。最後のセリフ、そこにいたのかという言葉も印象的でした。これは、プロトタイプがあの頭部を探していたことを示唆しているように聞こえます。保管されていたガラスケースを破り、取り出す場面がティザーアートとつながっている可能性もあります。そして、その頭部の発見によって、ポピーを治す計画が本格的に始まる展開も考えられます。タイトル表示アニメーションで、ブロークンシングスが徐々に修復されていく演出は、その方向性を暗示しているようにも見えます。今回のゲームプレイトレーラーは、新情報が非常に多い内容でした。チャプター5が物語の大きな節目、あるいは最終章に近い位置づけになる可能性も感じられます。皆さんはどう感じましたか？ぜひコメントで教えてください。